ガイロープがねすっごい丈夫になった。これで本当に風でも安心ですよね。これはタープですね。はい、こんな感じですね。つきましたね。はい、ちょっとね袋もね大きめにできてますね。ダブルジッパー。お、なんか前と違うな。パンフレット入ってる。しかもすごい綺麗に入ってる。これ何これ。多分これはねメッシュだと思われますですね。あ、わかりやすい。これ TPU。TPU の袋がねこのメッシュタイプになったんですよ。これ入れやすいんですよね。これがね TC なんですよね。ほら面白いですよね。グランドシートかなこれ。あ、そうですね。グランドシートになります。立ち上げ構造には立ち上げ構造になってますね。両サイドのこのメッシュのところは10センチぐらい立ち上げなんですけど、真ん中がないんですよね。これがトップシートですね。トップシートがね色変わったようなんですよ。ほらちょっと近い色ですね。これと同じだ。トップシートとグランドシート、TPU の扉とメッシュ扉で、メインポールが2本と、サブポールが2本で、ペグですね。それからこれがね、サイドのねカラビナにつけるガイロープと袋ですね。はい、お、何これ、補強されてる。二重になってんだね。で袋の中には説明書がね、これは変わんないんだね。はい、重さを測ってみましょうか。よっ、重いな。フルセットで 22.95 でめっちゃくちゃ重いですね。設営方法は一緒ですね。このねオレンジが入ったメインポールをオレンジになったんだこのオレンジのねスリーブに入れるんですよ。色分けしないんでね、もうね、まあどっちでもいいんで押して入れていきます。はい、ここの入ったところのこの分かります？こ
このガタがあるんですよ。ほら、カタカタ言ってる音はガタがあるんですよね。はい、立ちました。やっぱりね G-MAX と同じサイズかな、雰囲気的には。でポールの太さも多分 G-MAX と一緒かな。思ったより太くなかったですね。 13.8 で、重さの方も多分同じぐらいかなと思うんですけど、ちょっとこの入るこの感触がねちょっと違うかな。向こう走っててこうカタカタしないんだよね。 G ムーンっていうかね、トモントさんのは結構ねてかカタカタするのが多いんで、これはもう伝統的なものなのかななんてね思ってましたけど、とりあえずね大きな違いは、まず大きさが、高さが 2m10、 幅の方が 4m55 で、こっちの奥行きの方が 3m55 ですかね。ちょっとテロップの方へできますね。一番の違いっていうのは、まずねスカートが全身つきました。これは嬉しいね。吹き込みとか、特に扉のね前からこう入ってくることが、前後ろか入ってくることが多かったんで、まあ TPU とかねメッシュをつければスカートがあったんで、全然その辺はね対応できたんだけど、ここが変わりましたね。これ止水ジッパーじゃなくなった。ほら、こういう風にね防水カバーがついてますね。あともう一つ違う点は、このガイロープね、ポールをね絡めてね、これは本当強いよね。はい、よいしょ。開きづらい。メッシュは浅いんだこれ相変わらず浅いんだね。はい、ここは煙突のポートなくなったんだ。両方ともほらね、なくなりましたね。この開きづらいのは伝統だな。トモントほんと開きづらいね。開きづらい。はい、はい、こんな感じですかね。おお、移動が大変ですよね。こういう感じの移動になると思うんで、はい。よいしょ。それではね、メッシュをつけてみましょうか。G-MAX の。あ、つくなこれ。ついたついたわ。はい、同じだ。これはタープですね。これはねブラックコーティングされてるからめっちゃいいんだよね。
これね、ニーモのアジャスタブルポール、めっちゃ便利ですよこれ。軽くて丈夫で。はい、こんな感じですね。着きましたね。やっぱり一緒だ。やっぱりこれはいいよね。6面メッシュ。はい、こんな感じですよ。見て。ちょっと高さを測りましょうか。実寸。はい。一応ね、ここのね、頂点ね、までの高さ、約ですよ。約。あ、169ですね。実際の中は166ぐらいですね。で、センターの一番高いところ、よいしょ、195ですね。一番高いところ。あ、真ん中ね。で、この部分ね、低くなってってる部分ね。ここが180、約180ですね。たるんでんのこんなに。たるみが気になんね。ここなんでこんなたるんでんだ。ちょっと梁がね、ここ水溜まりますね。ここなんだろう、塩かな。多分ね、ポールの長さが合ってないのかもしれない。巻くとここがすごいたるんでる。ナイロンの方が長いって言われたのよ。そう伸びるから。ここ今ピチッと合ってる。長い、ナイロンでは。あ、じゃあやっぱ長いんだ。あ、ナイロンですか。気持ち違うんだ。前はね4センチ長いって言われたの S で。でもそこまで、あ、4センチぐらい長いね。それとこれタープできますね。キャノピーのドアキャノピーをと、あとランタンフックにもなるのかな。2箇所、向こうにも2箇所ありますね。だから計4箇所で、今までついてたすごい便利なねオーリングが全部廃止されましたね。こういうとこで子育てしてるんだ。これすごい便利だね、こういうとこね。ここにもあったし、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 ここにもあった。あれ本当にランタンのかけるね位置とかね、いろいろ、あといろんなもんねかけるのにねすごい便利だったんですけど、それは省かれてますね。でこの辺がね GMAX と違う点かな。あとはねほぼほぼ一緒ですね。でもう一つ違うのは煙突のポートの位置、ここにつけましたね。この位置どうなんだろうね。すっごい低いけど、これですね。あ、ベルクロになってるのこれ。ジッパーじゃないんだ。一応ね留めは2箇所になってるから、多分ここをこう開けてホッカー出るけども、ここ当たんないか。こういう感じだから。でも限りなく上の方に開けたいよね、この辺とかね。やっぱりここになるのかな。これは煙突の位置悪いぞ。失敗じゃないってモントさん。なんでここに開けなかった。ここにつけなかったのは多分ねコスト的なもんだと思うんですよ。ここのはね、ただここ継ぎ目になってるんで、カードのとこなんで、ここをね真ん中を切り抜いて縫製っていうのがねするよか、ここのが安いですよね多分。だからそういった部分でなのかな。これは多分ちょっと使いづらいかな。煙突の長さがこれしかないからね。だから膜内で煙突が長い露出してるっていうのはすごいメリットがあるんですけど、あとこのなんだろう、クリアランスの角度もどうなんだろうねこれね。ちょっとこの
G ムーンのこれになったやつのレビュー動画っていうのが全然見かけないんで、ちょっと私もねちょろっとしか探してないんで見えてないかもわかんないけども、これはちょっと位置どうなんだろうね。実際に使ってみないとわかんないね。すごい位置にありますよ、扉のね。煙突までの高さが多分真ん中かな、これ110ないですね、105ぐらいかな。この始まりのところが92ですね、ここが。これはちょっとどうなんだろうな、使ってみて。ここじゃダメだったのかな、こことかここの位置、ここが一番いいんだよね。あと TPU の扉っていうのはこっちから閉めてって開放はこっちのみなんですよ。なのでここに薪ストーブがあると出入りがねこっちはできないですね。こっち側からするしかないのかな。なんでこっちにしなかったんだろう。これだったらこっちなんですよね、開けがこういう感じで。扉自体は一応ねダブルジバーなんで、こうやってねこっちでも開くしこっちでも開くんですよ。まあ閉まることもできるんですけども、オプションに関しては一方通行なんですよね。こっちからこういう感じで開けていく感じなんで、でこういう感じで閉まるんで、ここの位置にね薪ストーブがあると、まあ、TPU とかメッシュがと扉もそうですよね。扉一瞬だったらね TC 生地とか大丈夫だと思うけど、もうナイロンとかだったらすぐだよね。もう溶けちゃうよね。ガイロープがねすっごい丈夫になった。これで本当に風でも安心ですよね。まあ風には結構強いですけどね、正面以外はね。こういう形状ですからね、どうしてもね正面からの風は弱いんですけどね、平面だから。ここ何のことたるんでんだろう、これはちょっと設計ミスっていうか、なんでこんなに。私の貼り方が悪いのかな。大きさはねちょっとやっぱりソロにはね少し大きいんですよ。はい。で手はつきますよ、こうやって。トモントの XG ですかね、G ムーンの昔言えば私が持ってるX ですかね、あれは手つかないんですよ。だから開ける時にこう棒がついてるんですよね。これは全然つくんで、こうやってね。このくらいがちょうどいいんじゃないかな。だからこれのもうちょっとね一回りちっちゃいというか、今までの現行のサイズに高さをね190とかにしてくれるのが一番使いやすいソロにはサイズかなと思いますね。ちょっと TC だと重いから一人で立てるのはちょっと風があると結構しんどいですね。であまり風が強いと2箇所ペグダウンして、4箇所とかして立てられるんだけども、 TC はね重みがあるからちょっと立てらんないかな、強風の時は。強風の時はキャンプしないですけど、ちょっとその辺がね心配かなって思います。はい。サイズ感めっちゃいいですね。うん。Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light, like you did last night, like you did last
crazy as me, or is it just in my mind? Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light, like you did last night. Night, like you did last night. Night. Come back to my place, we can dance the night away. My heart is screaming out for you. I want you here with me so that everything will be as good as they were last night. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you. はい、トップシート一応ね、ナイロン板はこんな感じの仕様になってますね。一応煙突からね、こんだけ離れてるんで大丈夫ですね。で、トップの方もね、一応 TPU、これは変わらずの仕様なんで、ほんでね、だいぶ遮光性とか、一応ブラックコーティングね、この裏がね、されてるんで、こんな感じで見えますかね。なので、夏場のね、遮光性はね、本当にアップするかな。これだけ違うんだよ、ほら。わかります？こんな曇り空で。ね。で、上は TPU。ただこれつけちゃうとね、本当に結露がね、すごいんですよ。本当に嫌なぐらいね、べちゃべちゃになるんで、やっぱりね、ここにね、ベンチレーターがあるとね、違うかな、なんて思いますね。で、残念なのはやっぱりランタンフックがね、なくなってしまったと。オーリングか。がなくなったんで、そもそものこの中のインナーっていうね、オプションっていう設定がないんでしょうね。おそらく。ここの2点しかね、フックがないんで。でもやっぱ6面のね、この窓っていうのはね、やっぱりトモントらしいっていうかね、この窓が本当にね、楽しいんですよ。こういう感じでね。ただ残念なのは、セカキャンプはね、ここにジッパーがあって、このメッシュをね、開けられるんですけども、トモントの方はね、もう3枚とも全部ね、窓がね、開かない仕様になってますね。これ結構便利で、出入りも一応できるんですよ。なんか窓でもちっちゃく感じんな。あれこれちっちゃいよね。窓。サイズ違う。違うと思う、これ。測ってみればわかるけど、このクロス部分考えると一緒か。あ、一緒ですね。目の錯覚かな。これね、ほんと便利なんですよ、これ。この出入りがね。どうしてもオプションのね、扉をつけると、二重扉になってね、出入りがね、ちょっと面倒なんですよね。これだったらね、本当にメッシュにしてね、ここからね、出入りができるんで、そういったメリットはありますね。はい。こんな感じですよ。ちょうどね、ミニマルワークスのチャコールグレーに似てますね、色合いが。で、最近流行りのこのトモントの裏面印刷はやってないんですね、これね。もうバリバリ表の方から印刷してる、これ。ほら、俺買ったやつのさ、あれ見えないんだよね、文字が。はい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 。あれいいんだよだからでしょ。そう。これもそういう風にすればよかったのにね、これね。お金かかる。だって、裏から印刷するか表から印刷するかの差でしょ。ひっくり返して元に戻す間違いが。そうなの？はい、測ってみます。頂点の高さ。はい。
87から88っていうあ、とこ。じゃあ一緒だな。あ、そうか、これは88だ。こっちの方が分かりやすい。うん。まっすぐで。あ、ちっちゃいよ。ああ、ちっちゃいね、やっぱり。 83、あーそうなんだ84かな。あ、そうなの。さすがだね。俺は変わんないと思って。いやいやいや、違うよ本当。に、だって、ずっとこう、もう見慣れてるから、でこのサイズは今日見てるの俺初めてだから、なんかこうちっこいなと思ったの。あ、っていうことはここもちっちゃいんだ。多分あ、これがないわ、こっち。そこがないから、ちっちゃいも何もない。ああ、そうなんだ。そういう違いあんだね。その分で違うんだうね。ん。そう、84で。セカキャンが88、4センチもこの方が大きいんだね。じゃあこの幅だって違うよね。幅は一緒じゃないの？うん。 45。面白いね、YouTube ってね、本当に便利だこんね。なにやられちゃうんだよ。そうよ、本当に便利だと思いますよ。メーカーの方は困っちゃうけど、本当にこんな荒探しされてる。ちょっと待って、違うよ。違うのこれ。150あるもん。そうそうそ5センチ違うう。結構で、長いんだよね。3D ストーンで測った時に150センチと思ったら、150したらなんかちょっとちっちゃい女の子のサイズだと思ったら、でけえなと思ったんだけど、そうなんだ。なんだよ。へえ。です。もうちょいか。こんなだよ。イーさん来て。位置ここだもんね。でこんなになっちゃうんだよ。これ危ないよね、やっぱり。こんな感じですよ、ほら。いや。よくみんな入れてるな。やっぱりここにあれだ。反射板を置くしかないんだ。せっかくの窓が。もっとギリに。ここだよ、ここ。ギリギリでこんな感じかな。そうするとここが当たっちゃうんで、多分。当たんないか。ど真ん中。あ気持ち上？あ、はいはい。ど真ん中かな。下につけた方が楽勝だけど、うんやっぱりこっち来すぎだよね。そうだよね。で、こんなだよ。どうこれ。だから反射板つけてんじゃないのみんな。あ俺は反射板絶対つけたくないんだよね。あ。なんでこんなとこにしたんだ、煙突の穴。うんまだ TC の生地だったらいいけど、うんこれはちょっとメッシュはやばいよ。ねえ。まあでもそのぐらいは欲しいよね。うん。いいだね。したらこれの上乗っかっちゃうもんね。乗っかっちゃう。だもうちょい上なんだよ。ここら辺、もうちょっと上だったらいいんだよね。うんこの辺まであって、この辺から出る分には全然。もっと大きくつけちゃって自由にそう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 いいよっていう風に作ってくれるべきだったんだ。これは失敗だよと思うとさ。よくやってんな、みんなこれで。置くしかないもんね。あれ。いやー。逆にだから普通の巻きストってこうなるからそんなに面が少ないからダメージが少ないよね。まあね、細長いやつだったらね。うん。あとはどのくらいこの背中に熱がいってるかだよね。そっか、その辺か。うん。あんまり気にしなかったけど。
あんまり考えてない、うん今まで結構クリアランス取ってるから自分は、うん、ここは全然ピザが焼けねえなと思ったけどうんそっかそっか、その辺か。でも後ろにどんだけ行ってるかですよね。これでもは二次燃焼だからね、結構温度上がってると思うんだよね、裏面はね。でもさ、一応重なってるじゃん。2枚入ってるじゃないですあ、か。今開いてる。内側がうん1枚よりはまだうんちょっとやってみようか、これで。はい、ということでね、一応ね、着きました。もう限界までね、この辺まで上上げて、こんなね、クリアランスですよ。だからちょっとこれは、グリップかなんかでね、止めて、触れないようにした方がいいかな。ガイロープはね、絶対した方がいいですよ。何があるかわかんないんで、本当に。はい、完成ですね。とりあえずね、2本延長入れて、何メーターかちょっとわかんないですけど、この高さですね。で、一応ここのクリアランスも、こんな感じですよね。はい。綺麗にね、ちょっとね、ちっちゃくね、巻いて、緩みが出ないようにしてます。で、肝心のね、ここのクリアランスっていうのはこういう感じ、このぐらいですかね。何センチか測ってみようか、実際にね。19センチですかね。本当にもう自己責任ですね、これね。やっぱね、30センチはね、欲しいですね、この場合ね。ここは多分大丈夫だけど、結構厚くなるんで、これね。はい。ナイロンだったら結構心配かな。うん。あとは心配であれば、煙突ガードをつけてね、運用するとかね、そういう方法しかないかな。この何年のね、煙突のポートのメリットっていうのは、煙突ガードなくてもね、まあ安全っていうことはないけども、使えるっていうね、メリットがあるんですよね。だからこれのタイプでちょっと煙突ガードを使うとか30煙突を使うってことは私はしないんですけども、まあ、心配であればね、本当にね、お勧めしませんけどね、このままやるのはね、自己責任の中で、運用するなら全然この方法でもね OK ですね。何よりもやっぱり荷物がね減るのがいいですよ。あと設営もガードがない分ね、楽なんで手間かけないもんね。はい。薪ストも今日が最後かな。とりあえず今外気温と膜内、まあ同じだと思うんですけど20度ありますね。まあ4月のね上旬になるのかな。こんな感じです、温度は。はい。よいしょ。じゃあいただきましょうか。よっ。いただきます。ここのねセンターのねつなぎ目っていうのかな、縫い目がなくなったから結構ねほら大きいですよね。扉自体の大きさも大きいんで、この下がねこういう風にね立ち上がってても全然ね狭さは感じないですね。やっぱりね何度か出入りしてるとジャンパーとかねちょっと上のカーディガンとかが薪ストにね触れてしまう可能性があるかななんて思いながらね出入りしてました。この薪ストーブの場合だと当たることはねちょっとないですね。届かないですね。ここにあったら多分こういう感じであったら当たりますね。スカートがね風でビラーンってなって、でやっぱりねセカキャンプの G-MAX と一緒で高さがあるから本当に楽ですね。まあ幕内でねその立ったりね座ったりっていうのはそんなにはしないけども、やっぱり幕内にこもってる時はそういった姿勢になることがあるんで、やっぱり体がねちょっと楽ですよね。
これがちょっとやっぱり狭いとね、狭いなりのね疲れが出るんですよね、テントっていうのはね。なので大きさ的にはやっぱりゆったりしてるっていうので気持ちもねリラックスできるし、景色もねゆったりとした気持ちでね見れるっていう感じでしょうかね。いろいろね辛口なこと言ってますけど、初めて買う人にはいいんじゃないかなと思いますね。私の場合セカキャンプのね G-MAX っていう同じサイズのね、向こうはナイロンですけどもを経験してたんで、ちょっとねピンとこない部分っていうのはいくつかあるんですけど、ちょっと参考になるか分かりませんけどね。実際のところどうなのかっていうね、やっぱ皆さん気になると思うんですよ。私はセカキャンプのね G-MAX っていうね同サイズのものをねずっと使ってきたんで、その辺がね今回ね使ってみていろいろ思うことがあって、やっぱりねこのサイズ感っていうのはね本当に使いやすいっていうかね、ソロだとちょっと広いんですよね。でも高さと広さがあるんでキャンプがね疲れないんですよ。変な姿勢にならないんでね、その辺がねこのテントの魅力かなというふうにはね思いますね。あとは皆さん気になるやっぱ TC と、ナイロンですね、どちらを選択するかっていう部分なんですけども、やっぱ結露とかねその辺がねすごい気になるとか、あと薪ストーブ焚き火をする方で膜体のダメージを防ぎたいっていうんであれば、断然やっぱ TC をねおすすめしますね。である程度のやっぱりスキルがあれば、ナイロンポリでもね全然ね全く開かないってわけじゃないんですけどね、穴の方はね。火の粉っていうのはどんな状況で出てくるかわからないんで、薪のね針葉樹使ったりとか湿ったね薪を使えば、あと火床を叩いたりすればやっぱりね、薪ストーブによってはね二次燃焼とかもいろいろあるんですけども、火の粉が出てしまうんでね、やっぱり運みたいなのがあるんですよ。 100% 防げるわけじゃないんで、その辺をねスキルがある方っていうのは、ナイロンの方をね選選択するっていうのもありかと思いますね。TC も全く穴開かないわけじゃないんで、その、薪ストーブとか焚き火のねその使い方っていうかねスキルにね依存する部分はあるんで、その辺のねやっぱり火加減とか温度管理か、薪ストーブで言えばいろいろねそういうの絡んできたりとか、あと二次燃焼薪ストーブとかね二次燃焼じゃないっていうのもいろいろ関係するんで、それと煙突の長さもね長い短いで火の粉の飛び方も全然違いますから、その辺をやっぱりね理解してる方だったらナイロンでもね大丈夫かな。多分 E さんはびっくりしてたと思うんですよ。この TC を私が買ったっていうのがね分かったんで、知ってね買おうとは思わなかったんですけども、やっぱりねずっと気になってたんですよね。これが出た時にセカキャンプの G-MAX 全く同じサイズで、ポールとかねその辺のねフレーム構造も全くフレームの構造は一緒なんで、どこまで一緒なんだっていうのねちょっと気になったのがあったんで、今回ナイロンが出たんでね、もうこれはもう間違いなく一緒なもんだなと思って、なのでナイロンが出なかったら買わなかったかな。で実際そういう気になることっていうのがねなかったら多分買ってはいないモデルかなと思いますね。全然私の場合はもうナイロンのね G-MAX でも足りちゃってるんで、火の粉うんぬんってそういう気にすることもないし、やっぱり重さなんですよ。20キロ近くあるんで、設営と撤収がね本当に疲れるんですよね。あともう一つはちょっと風があるだけでもう振られちゃって、設営できないですこれは。でナイロンの場合はペグ打ちしてある程度ね風があっても設営できるんですよ。これの場合はねもうできないですね、こんだけ大きいと。これはね私が持ってる G-MOON の X、 今 XG と言われてるやつ、でかいやつね、あれは風が吹いてるとまず設営できないです。なので、その辺のねスキルっていうのも絡んでくるのかなと思うんですけども、ディオ、ファミリーまでちょっとねいけるかっていうサイズ感ではあるんですけど、大きさをね求める方はね本当に最適な膜かななんて思いますね。おすすめっていうのかな、おすすめじゃないっていうのかな、ちょっとその辺は、
動画を見ていただいて判断していただいて、あと私が思うのはやっぱりなんだろう、大きさにこだわる人は、購入するのは OK だと思いますね。高さか、大きさと高さにこだわるんだったら、こちらを購入するのはありだと思います。で、煙突のポートがここについたからっていう部分だけで購入するんであれば、ちょっとそれはね、考えた方がいいかなと思いますね。ちょっと長く使わないとわかんないですけども、やっぱりこの位置っていうのはね、あんまりちょっとね、ピンとこないなっていうね、位置でしたね。一応 TC なんで、ここの部分のね、やっぱりクリアランスっていうのはね、多少はね、大丈夫なんだけど、ナイロンだとやっぱりちょっと怖いよね。温度上げらんないかななんてね。まあ、一泊以上使ったみたいけども、やっぱり何あるかわからないんで、薪ストーブをちょっと選びがちになっちゃうのかな。背面のね、が広い、なんだろう、暖炉型のストーブだと、ちょっとやっぱ後ろの方が。で、この後ろというか、ここがね、すっごい熱くなるんですよ、この辺が。で、ここほら、TC でこういう感じのね、縫製になってて、TC 生地だから大丈夫なんですけど、ナイロンはね、ここちょっとやばいかななんてね、思いました。あ、これ、付け替えできないんだ。今知った。だからもう開けちゃったらもう一回勝負ですね。なので、薪ストーブの穴が開いたからこれは買おうという風な方はちょっとね、よく考えた方がいいですよ。でこの辺はやっぱり私の見方とね、イーさんの方も見比べてね、いろいろ判断していただくっていうのもありかなと思いますね。まあこんな感じのね、簡単なまとめになっちゃいますけども、G ムーンテントっていうのはやっぱり面白いテントですよね。もともとがシェルター G のねオマージュした、それを6面のね窓をつけてやってきたっていうのがね、本当にトゥモントの本当良いところで、ユーザーの声を聞きながらね、少しずつね改善はしてるのは見えてたんで、今後ねこういう形でねまたバージョンアップしていけるとね楽しいかなと思いますね。でオプションもね結構ね充実してて、拡張テントとかね、拡張タープっていうのが発売されると思うんですよ。拡張タープはね、持っていた方がすごい便利ですね。ただちょっと欠点があって、拡張タープをつけると TPU とメッシュの扉がつけられないんですよ。だからその辺がね今後のね課題っていうか、バージョンアップしてほしい部分ですかね。オプションのジッパーはねもう一つつけてもらう、トリプルのね構造のジッパーですね。だからそういうねオプション構造のねシェルターのこのタイプが出てきたら結構売れるんじゃないかななんて、ね、思ってます。まあこんな感じのまとめになります。